トッチーです。ウッチーです。ということで、お久しぶりでございます。はい、どうも、ソータです。内田さん、ちょっと間空きましたね。そうですね。はい、そうですね。育休で。おめでとうございます。ありがとうございます。ということで、今日は、早速お題ですけど、こちらです。相半身片手取り入り身投げということで、まあ、入り身投げは規定の動画でもちょっとやったんですけど、今日はまたちょっと違う角度で。そうですね。これがベースにその後にこう横面だとかモルテ取りだとかいろいろつくことで、バリエーションが増えるって言い方はちょっとどうかですけど、何種みたいなこう変化ができるんですね。はい、ちょっとその辺を求めまして。はい。さあ、では、見本動画の方から早速ご覧ください。どうぞ。はい、相半身片手取りで入り身投げを3パターンほどやらせていただいたんですけども、まずその手刀双方の話がありまして、押さえられた手のひらは上向きです。上向きのものは下向きに、下向きのものは上向きに。でなおかつ相手の腰を切るように、相手が押さえてきてくれた力をもらって返しつつ切る。で首が来れば入り身投げですし、間合いが遠かったら同じ要領で結局小手返しとかなるんですけども、相手の腰を切って、手のひら下向きの場合は今度は上向きにですね。で、一挙になります。で、二挙のぐらいになります。いわゆる小手切りの二挙になります。ここであれば当て身になりますし、もうちょっと行くと入り身投げになりますね。で、相手の力がすごく強くても動かせない。あるいはその手首押さえられてしまって、手首の返しが使えなくなった。そういう時にはこれそのまま置いといて、さらにもうちょっと言うと相手が押してくる力をもらって、そのまんま相手の肘を伸ばす。体勢をここに固定したまま入っていく。相手の押す力がさらに強いでしたらそれをもらって崩していく。これができると例えば横面で打ってこられた時にそのままの流しで持っていったり。もう一回右でいいですかね。ここで切り返して持っていったり、当ててここで切り返していったりとかで、レパートリーが増えるという言い方はどうかちょっと良くないかもしれませんけど、数を増やしていくことができると。さらに、この場合のやつですね。これただ、引っ張ってもならない。手がこう返しつつ相手の腰を切る。そして相手の流れが見えてくる。重心からずっと出てきた力が見えてくると、それ返してあげると、ね、もっとショートに返す。ほぼほぼ何してるか分かんないぐらいで返してあげると、とかですね。リアクションすごいですね。応用にもつながっていくですね。これもそうですね。ここでずっとね、返していったり。最後のやつにしたってここでもらうだけで、よいしょとか、いろいろ発展はしてくるとは思うんですけど、まず基本としての手形のそう。しつこいですけど、上向きで取らしたものは下向きにしますよって、下向きのものは上向きにしますよって。ね、取られるまでの間にしっかり作っていく。準備して作っていく。そうすることで、技数を増やすこともできます。最近ちょっと、あまり見かけなくなっているものでですね、ちょっとやらせていただきました。はい、ありがとうございます。それはシンプルに考えると下向きのものを上にしただけっていう。全然。いきなりこういう感じ。
いわゆるやってくるからあんまり表立ってはやりたくないけど、やらない。まず力いっぱいガッと押さえられて、これで今力ぶつかってますよね。そこから出てるのすぐ返して、ああ急にお腹が動く感じ。足元からそうか。この状態からお互い折り目が分かりやすい。これとこれが衝突してるんで、これとこれが S 字状につながってる。いや結局まあすでにもうこの事情でこうなってるんですよ。まあここがもうちょっとソフトで中の方にはい。この状態でこれとですね。これとこれがそう。おい、一緒だった。一緒でした。一緒でした。このは一緒ですね。関係ないですね。あんまり強い弱い。もう動機が綺麗な人だとありがたいっていうかね。ちょっと誰浮かんでいかん。足まで通しても同じですかね。どこはそうね。この状態足とちょっと待ってください。今そうか手しか考えてなかったから足まで。内田さんはどこを押さえてるんですか。ここから先生の体通じて足の裏を足まで行ってるんで足にもうハミッドパープルみたいな感じです。そうすごいですね。今来てるんでこれ浮かして。低い確かに。いや面白い。まあ全部アイハムといえばアイハムです。そうですね。はい、解説動画の方を見ていただきましたけれども、千田さん後半なんか何をやってたんですか。もう力の流し合いでしょうね。なんかちょっと我々が知っているアイハンミ片手取りの稽古ではないような感じだったんですけれども、先生、最後の方までいくと最後そうですね。私の技よりも内田さんのリアクションの方がすごいんで、すみません。そうかな。でもその基本的な、上のものを下に下のものを上にっていう動きの中に、その崩しの部分っていうところに注目した方がいいのか。そうですね。ちょっと言い忘れましたけど、初心者にはその相手のその崩れる体勢っていうか崩しどころみたいなのを勉強するのにやっぱとか位置関係勉強するのにやっぱアイハンミはすごくいいとは思ってるんですけどもですね。ちょっとその力の流れの方に後半ちょっと意識が行き過ぎてしまってちょっとすみません。はい。マニアックな方に走ってしまいました。動画の方でぜひその辺もですね、手の返し方とか足の運び方とか体のさばき方とかそういったところも再度チェックしていただければいいんじゃないかなと思います。それでは今回はこれで終わりたいと思います。よろしければいいねボタン、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でありがとうございました。